今日のお片付けの現場はワンルームのお部屋です。中が大変なことになっているとのことで、早速関西クリーンサービスの太田さんと行ってみましょう。関西クリーンサービスの太田です。では行ってみましょう。うわー、すっごい匂いですね。匂いしてますね。これはどういった匂いのものですか？生肉が腐ったような匂いかな。結構匂いがします。きついです。太田さんにちょっと質問なんですけれども、ゴミだらけのお部屋はどうやって歩けばいいんですか？弊社はこのシューズカバーを靴につけて、例えば液体とか、そういうのを踏まずに避けながら歩いていきます。見てください、足の踏み場がもう全然ないです。ここ結構ゴミが詰まってますね。これちょっと定規で測ってもらってもいいですか？測りましょう。一番高いとこで約60センチぐらい。このぐらいですね。60から70の間ぐらい。はい。ということはだいたいふくらはぎと一緒ぐらいっていうことですかね。足置いてみると、だいたいそうですね。膝上、ふくらはぎあたり。お部屋の上半分はこういう感じなんですけれども、下半分は結構ゴミが詰まってます。見てください、この上。クモの巣見えますか？ちょっと見えにくいと思うんですけれども、今回ご依頼された方はどうしてお部屋をこんな状態まで放置しちゃったんですかね？今回ですね、こちら賃貸物件なんですけども、はい。こちらの建物のオーナー様からのご依頼です。はい、オーナー様ですか？そうなんですよ。で、あまり言えないんですけど、夜逃げしてしまったらしくて、はい。合鍵があるので実際入ってみるとこういう状態です。はい。ここに住まれてた方とはご連絡つかないですか？全くつかないみたいで、ちなみに家賃は8ヶ月滞納したみたいです。ワンルームとはいえ、こんなの片付けるの何日かかかっちゃいますよね。1日かかるところ、はい。2時間で終わらしたいと思います。2時間ですか？はい。今回は建物のオーナー様のためにも今日一日頑張りたいと思います。で、太田さん、まずはどこから片付けるんですか？今僕してるように、奥も結構物があるので、はい、ここの動線結構玄関までゴミが散らかってる状態なんですけども、やっぱりここから先をして、玄関からですね、玄関からしていって、はい、奥をしていくと、はい、いう作業の工程になります。めっちゃ泳ぎ取ります？これ量やん。ここもや。やばいやばい。結構ある。ウェジですね。これさなぎですね。やばい。太田さん、結構押し入れも大変なことになってますね。そうですね。やっぱ溜め込んでしまうっていうのがあるんですかね。こういうゴミ屋敷の時は結構ありがちですよね。結構袋物だったり衣類とかが多いですね。もうガサッて入れてる感じですよね。なるほど。クモの巣がすごくてクモの巣と電気の中がすごくて、何だろうな、神やな。
結構匂いきつそうですね。ただいま作業完了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。作業の時間なんですけれども、1時間30分ということでとても早いですね。ありがとうございます。まあなかなか片付けている時に、虫が出たりとか、いろんなことありましたが、なんとか3人で力を合わせて、終えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。ところで太田さん、気になったんですけれども、この床の汚れって、もうこのままで今日は作業終了ということですか？いえ、そんなことはありません。もちろんですが、この後、ハウスクリーニングさせていただきます。で、見ての通りゴミの跡が結構残っている状態で、これを今からこの後ですね、きれいにさせていただきます。で、あと一つちょっと思い出したんですけれども、太田さん的に匂いっていうのはどう感じますか？いや、やっぱやり始めの時に比べるとすごい変わりました。っていうのは、匂いがなくなってます。ということで、ちょっと周期系の数値を見てみましょう。全然違いますね。結構下がってますね。やっぱりゴミの中に匂いがあるやつを抜けると、やっぱ匂いはマシになりますね。はい。なのでこの後引き続きクリーニングをさせていただいて、きれいにしてオーナー様に確認していただいて、きれいになりましたよということでお部屋をご返却させていただきます。この後もよろしくお願いします。お願いします。